京都に引っ越してきてからもう7年くらい経つんですけど、今日は皆さんに私の個人的おすすめ観光スポットランキング第1位の場所をご案内したいと思います。一言で言うと大文字山なんですけど、このね哲学の道の先にあるんですよ。ここに自転車を止めて、この山は発砲禁止ですね。ちなみに今日はですね、オズモポケット3で全部撮影しております。これいつ買ったんだっけ、半年くらい前に買って、結構ね気に入ってずっと使ってるんですけど、この前もね、この前って言っても結構前なんだけど、パナマとコロンビア行ってまして、でその時もねオズモポケット3だけ持ってったんですけど、ゼロモチベーションというゴーというパナマ今ロサンゼルスの空港到着して、ベストオブパナマっていうコーヒーのイベントがあって、でサザコーヒーの皆さんと一緒にパナマに行ってきたんですけど、これはイベントで使うコーヒーを焙煎してるところですね。丸で肉ビーガンミートを食べるパナマの人。ラマスタスっていうすごい有名なねコーヒー農園のオーナーさんです。農園を案内してもらった時も、オズモポケットのジンバルがすごい優秀で全然ブレてないっていう、これが生のコーヒーなんだけど、ネイティブツリーとかも植えさせてもらいました。エスメラルダっていうねすごい有名な農園でカッピングもさせてもらいました。今日のカッピングが終わって、これからジャンソン農園に行きます。完全にオーガニックで芸者を育てているロングボード農園のジャスティンさんです。これもジョギングしながら自撮りしてるんですけど、びっくりするぐらいブレてないです。パナマは思ったより都会ですね。なんかちょっとところどころハワイ島っぽいです。この人は2024年のブリュワーズカップの世界チャンピオンのマーティンさんですね。なぜかパナマにいたのでコーヒーをいっぱいいただきました。はい。ここに繋がれているもんね、いつもね。はよ。あと最短撮影距離も20センチなんで、かなり近寄って撮影できますね。コロンビアに滞在してた時は1日3食料理を手作りしてもらってたんですけど、すごい美味しかったですね。こんにちは。パナマもコロンビアも観光はねほぼしてないんですけど、こういう屋台の料理とか食べ物はすごい美味しかったですね。これはプラントベースのハンバーガーですね。オズモポケット3はねバッテリーつけてても片手で持てるし、スクリーンもね2インチででっかくて見やすくって、でセンサーサイズもね1インチのねセンサー搭載してて、すごいねとにかく画質がいいんですよね。あと白山ですね。白山の登山の時もオズモポケット3だけ持って登山しました。普段はねミラーレス一眼を持って登山行くんですけど、この時の白山登山はオズモポケット3だけを持って行きました。この動画を撮影してる時に思ったのが、マニュアルフォーカスで撮影することができればもっといいなと思いましたね。近くに被写体が行くとそっちにフォーカスが合うので、ファームウェアのアップデートとかで追加できそうなので、ここら辺はね今後に期待ですね。あと2年ぐらい前から使ってるんですけど、この DCF でできたテントとか、このバッグとかバックパック、ここら辺もねすごいいいので、そのうち紹介しますね。白
山に行ったのね、これ確か8月の頭くらいだったんですけど、すごいね高山植物とかもいっぱいあって綺麗だったんですけど、この後ねこの日天気がすごい悪くって実はね山頂まで行ってないんですよね。だから来年はねもう一回天気のいい日を狙って山頂まで行きたいと思ってます。オズモポケット3はこうやってタイムラプスも撮れるんですけど、長時間露光の星のタイムラプスも撮れたら最高ですね。アップデートを期待してます。この地蔵が見えたら半分くらいは来たことになるかな。であっちに行きます。でこの先に毎年8月16日の五山の送り火の時にごまきを燃やす火床っていう場所があるんですけど、そこがねすごい景色が良くて、でしかも3、40分ぐらいで登れるので、大文字山はねとにかくおすすめなんです。この階段が見えたらゴールが近いです。もうちょっとで紅葉が旬を迎えますね。あと1週間くらいかな。今ね最後の階段を登っているところです。ここを登りきると、お、すげえ。いや今日空気澄んでるね。ということで下山します。